あら、漂白者さん。こんなところで会うなんて。よろしければご一緒しても？マルゲリータから新作ピザの試食に招待されたのですが、私一人でこの量は。なあ、聞いたか？最近ある自裁が放置された書庫を整理してたら、曲と詩が書かれた手書きの本を見つけたんだってよ。噂によると最後のページにはなんと黄金の歌って書かれてたらしい。巡礼船で遭難したあの詩人たちの遺作だ。海から引き上げられた後、ただのゴミだと思われてずっと書庫に放置されてたんだと。静かにしろ。罪人の名前を出すのはやめておけ。ラグーナではその名前を口にしない方がよろしいかと。簡単に説明すると、黄金の歌とはかつてラグーナで名を馳せた詩人会のことですわ。3人のメンバーは祭司の名を称える信者でしたが、後に神を冒涜した罪で教団から追放されたのです。そして巡礼船で火災に遭い、全員命を落としたそうです。彼らの遺作もその時に失われてしまったはずですが。内容も広まってるんだろ。どんな曲なんだ？そうだな。あ、お前も聞こえてるだろ。これと全く同じ曲だ。あれは亡霊が取り付いたのでしょう。ちょうどこの論文に書かれているように。お久しぶりです、我が友よ。先ほどあなた方も黄金の歌の遺作について聞いたのでしょう。亡霊とはどういうことですか？彼らは教団の判決に不満を抱き、恨みを込めて曲を書いた。イナシータを、ラグーナを呪うために。神の恩寵に欲する者ほど神に反逆の刃を向ける。彼らこそ神を血まみれにし、教義を崩壊させる方法を知っているのだ。彼らの肉体は追放され、火の中で死んだ。しかし、その怨念はいつまでも消えず、彼らの音楽と詩を通して、私たちにも見える怪物、亡霊と化した。この亡霊は、彼らを地獄へ導いた炎のように、やがてラグーナ全体に燃え広がり、迫ってくるだろう。これは、最近になってラグーナの文芸誌に掲載された論文です。面白い見解ですね。長きにわたって復讐心を持ち続けるキャラクターは実に魅力的です。おそらく先ほどの状況も誰かが知らずに演奏したことで、この論文に書かれているような怪物が現れたのでしょう。しかし、これはあくまで筆者の見解に過ぎません。あの詩人たちが亡くなってからすでに長い年月が経っています。真実を知る者はもはや誰もいません。もし本当に怨念から怪物が生まれたとすれば、なぜ亡霊はよりによってあなたを選んだのでしょうか。漂白者さん、実に興味深いですね。そうでした。実は遺作を書き写したものがあるのです。どうぞあなた方に差し上げましょう。カルネバーレのお礼です。
もしかしたら役に立つかもしれません。それでは我が友よ、また会いましょう。私は場所を変えて脚本を書き進めなくては。この亡霊は彼らを地獄へ導いた炎のように、やがてラグーナ全体に燃え広がり迫ってくるだろう。真偽のほどは確かではありません。ですが正体不明の怪物が出現し、あなたを襲おうとしたのは事実。ひとまず探りを入れてみましょう。死に詳しい知り合いがいます。以前あなたも会ったことがあるはずです。あのトパーズにそっくりな彼女ならきっと今もそよ風のヘイブンの近くにいますわ。彼女の世界の半分は詩が占めています。残りの半分は音楽。All the hopes will set us free from doubts and fears deep within. Let the sunrise kill the wings, let the twilight soothe our skin. In the sky we're forever wild and free. 漂白者にカルロッタ、久しぶり。今の曲、小さい頃もよく演奏していたのを覚えてますわ。本当に気に入っているのですね。ええ、シャコンヌの家の前を通るといつも中庭から音楽が聞こえてきましたわ。軽やかで変幻自在で感情豊かで。私も覚えてるよ。君の隣にいた二人の護衛はセブンヒルズにいそうな巨漢だったね。彼女のファミリーは代々聖歌隊のコンダクターを務めていました。それでシャコンヌと知り合ったんです。なんて説明したものかな。物語でよくあるようにファミリーが没落したんだ。でも聖歌隊であろうとなかろうと音楽の価値は変わらない。ファミリーのことはもう昔の話さ。それにしても二人はなんだか慌てているようだね。たまたま来たわけじゃないだろ。まさか C3 の音でペラペラ喋ってるおじさんの話を盗み聞きしてたのかい？そしたら突然怪物が？音程は大事だろ？それで怪物を生み出す力がある曲とはどんな曲だったんだろう？黄金の歌。それは決して口にしてはいけない名前だね。メンバーは皆罪人。彼らと関わった者たちは軽い場合でも遠方へ追放され、
重い場合はその場で命を落とすことになった。ご心配なく。教団とやり合うのはこれが初めてではありませんわ。なら構わないよ。君たちはこの詩がリナシータを呪ってラグーナ城を滅ぼすと言いたいんだね。実際歌に引き寄せられるように怪物が現れて漂白者とカルロッタは襲われたわけだ。でも私に言わせればありえないね。こんな簡単な詩でリナシータを呪えるはずがない。ならシャコンヌも。詩と曲をめぐる対決だね。もちろん私も参加するよ。こんなにも心躍る冒険逃すわけにはいかないだろう。この曲と亡霊の関係を突き止める手伝いをしよう。ただし事件が解決するまでこれを預かってもいいかな。それじゃあ約束だ。音楽が怪物を呼び寄せたというのなら実際に確かめてみようか。楽譜ならもう覚えたよ。多少のリスクはありますが、これ以上確実な方法はありませんね。漂白者さんもいいでしょうか。遠方へ追放され異国の地で命を落とした詩人たちの作品。炎の中で生まれた詩は一体何を伝えようとしているのだろうか。彼らは炎の中で絶望し恨んだ。教団の裁きに不満を抱いた遺作の詩と曲は全て私たちに向けた呪いなのだ。劣化はラグーナの鋼を鍛え上げる。我々はあまたの薪の一つに過ぎない。これはきっとラグーナを焼き尽くすって意味じゃないのか。彼らはエンサの声を街中に響かせようとしている。この文字を見るだけで炎の中で恐怖に歪んだ詩人たちの顔が浮かんでくる。これはラグーナの市民たちの声だよね。 C3 の音程で話していたおじさんもいるみたいだ。もし亡霊を生み出したのが詩人たちの怨念なら、亡霊は詩人の声を発するはずでしょ。ですがこの人たちはただの読者と聴衆に過ぎません。もしかしたら亡霊を生み出した本当の原因はこの声にある可能性も。伝説や物語に登場する亡霊は死や呪いによって生まれる。しかしさっきのものは違った。あれは人々の言葉、想像からなる怪物。
もちろんこれは私の推測だけどね。さっきの声は少し混乱していたから音を調整するよ。今度はもっと注意深く耳を傾けてみよう。この物語の真実に。ここはメロディーで構築された世界。時間と空間の制約を超えて記憶と物語を再現できるよ。そう、普通の人はメロディーに乗った周波数を感じ取れない。でもあの楽譜はこうして君に世界を見せることができる。さっきの亡霊のメロディーはこのパートだったかな。彼らは炎の中で絶望し恨んだ。教団の裁きに不満を抱いた遺作の詩と曲は全て私たちに向けた呪いなのだ。外で聞いたのと同じ声だ。しかも今回は情景まで再現されてる。天秤の上にいる人々は何かを測っているみたいだ。天秤の両端は異なる見解を表してるんだ。作品は発表されると作者だけのものではなくなる。様々な解釈が広がりながら語り継がれていく通り。もしかしたら最初はただの詩だったのかもしれない。あの論文でこの詩にはラグーナに対する怨念と呪いが込められているというまでは。論文が原因でその説が急速に広まった。なぜならラグーナの人々は詩人たちが教団によって海に追放され巡礼船の火災で命を落としたことを覚えているからだ。多くの記述が抜けたこの物語は無数の人々の想像と脚色によって十分な動機と経緯を持ち、人々が納得する真実に変貌を遂げた。彼らの遺作を演奏すると亡霊が現れる。それは黄金の歌によるリナシータへの復讐と呪いだと。しかし言葉と想像だけでは実体を生み出せないはず。その通りさ。誰かが人々の言葉と想像を利用して亡霊を作り出し裏で操っている。もしかしたら論文を書いた人物かもしれない。人為的に作られた怪物には主の意志が介在する。君が怪物に襲われかけたのはおそらく単なる偶然じゃない。黒幕と君たちの間にはどんな関係があるんだろうか。もしくは無関係ながら君を亡き者にしようとしている可能性もあるけれど。人の想像力には無限の可能性がある。もし悪用している人がいるなら亡霊はどんどん増えていく。共鳴者にとって影響は少ないだろうけど普通の人は違う。街がパニックに陥るには十分だ。急いで黒幕を見つけよう。人々の想像、見解が亡霊を生み出す根源なら黒幕を捕まえれば解決するはず。黒幕は事実を歪曲し人々の恐怖から怨念を生み出そうとしている。そして詩人界に関する何かを隠蔽しようとしているのかもしれない。黒幕には詩人界と何らかの関係があるんじゃないかな。黄金の歌について調べていけば手がかりが見つかるはずだ。詩と曲は人々の善意と希望から生まれたのに誰かに利用されて怪物になってしまった。黒幕が誰であれ
きっと黙って見ているだけではないだろう。こんなそうか。相手はこちらを知っていますが、こちらは相手の情報を何も知りません。そうですね。ここは別行動にしましょう。シャコンヌの鑑定眼と漂白者さんの行動力があれば、きっと真実を突き止められるはずです。幕の裏からキャッツアイに銃口を向ける者がいる以上、誰かが暴かなくてはいけません。ファミリーにはいくらか顔が利きます。論文の出所を探すのはそう難しくありませんわ。詩人会に関連するメロディーを見つけられれば過去の情報をもっと再現できる。あった。漂白者、あそこに行けばきっと彼らの残したメロディーが見つかるはずだ。行こう。新たなメロディーを目指して。私は風が好きなんだ。足跡を残さずにどこまでも飛んでいけるような気がするから、詩を風に乗せてみんなに届けてもらいたいね。ララ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 
ルル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 ルララ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 。楽器たちの安息の地へようこそ。ラグーナでは楽器の寿命が尽きると詩人たちはここに埋葬するんだ。ラグーナ人にとって海は特別な意味を持つからね。私たちは海と共に生き、海と共に眠り、最後に魂は海へ帰っていくと考えられてる。楽器も詩人の命の一部だから、海辺に埋葬して長い夢を見させて、最後は海に返してあげるのがふさわしい。黄金の歌の詩人たちも追放される前にきっとここに楽器を埋葬したはず。どうしたんだい？何か気になることがあるように見えるけど。ああ、それをずっと考えてたんだね。答えが見つからないときは心を一度落ち着かせよう。実は私も心当たりはないんだ。でも心配はいらないよ。詩を作っている時もこういうスランプはよくあるものだからね。以前木に関する詩を書こうとして3日3晩筆を噛みながら向き合ったけど、結局一文字も書けなかった。それで木の下に立ちながら、リンゴよ、早く落ちてこいと心の中で祈ったんだ。物語の中でリンゴに当たった人は何か素晴らしいアイデアや幸運を手に入れるだろう。それに無料で美味しいものが食べられるし。残念ながらリンゴはまだ熟していなかったから、最後まで幸運には恵まれなかった。これをあげよう。本物のリンゴだ。そろそろ帰ろうと思って顔を上げると、木々の隙間から崖の上に咲く花が見えたのさ。
リンゴがなくても素晴らしいアイデアが降ってくることはあるんだね。でも、木の下に立っていなければ、あの場所で花に出会えてなかった。だから、これでいいんだ。今は難しく考えず、ただ海岸沿いを歩き続ければ。カルロッタがあなたのことをトパーズと呼ぶ理由が分かった気がする。そうかい？私は太陽ほど輝いてないけれど。どちらかといえば、太陽よりもイカロスのようになりたいね。自由に空を飛び回りたい。たとえ、落ちる定めだとしても。この辺りから楽器のメロディーを感じる。探してみよう。ハープか。見た目はまだ新しいけど、音色は平凡で少し重苦しい。とりあえずしまっておいて、近くに他の楽器がないか探してみよう。リュートか。このリュートは音が少し弱い。おそらくハープやフルートよりも長く放置されてたんじゃないかな。周波数を感じ取るのに少し時間がかかるね。あれ？音は弱いけど力強い頑固な性格は隠しきれていないね。漂白者、後ろに気をつけて。ああ、音色も似ている。このリュートこそ私たちが探していた異物だ。同じ楽器でも奏でる人の心が異なれば楽器から出る音も変わってくる。このリュートは技巧を見せびらかすのではなく、そばに座った旅人が昼過ぎの落ち着いた時間に語りかけてくるような雰囲気があるね。普段は言葉で伝えられない感情を表現する。これも音楽の意義だよ。漂白者、もし言いたいことをうまく言葉にできないときは歌にしてみるといいかもしれない。まだあなたの歌をしっかり聞いたことがないな。聞きたいのかい？この事件が解決したら演奏してあげるさ。その時はよく耳を傾けるんだよ。次はこの子の出番だ。特別な物語を見せてくれるといいね。よく聞いて。前から声が。これは尋問室じゃないかな。このメロディーは詩人会が尋問を受けた時の物語を映し出しているんだろうね。もう少し進んでみよう。それと足元には気をつけて。楽器が残したメロディーはとても弱いから再現した世界は壊れやすいんだ。一歩ごとに大きく時間と空間が移動することもある。少しでもずれると他のメロディーに触れて迷子になってしまうかもしれない。黄金の歌のファロル殿、インペラトルは慈悲深い神ですが、同時に厳しい神でもあります。聖典には海で罪を清めた者は再び海の恩恵を受けられると記されています。にあたります。あなた方が主張する祭司の真の姿は天がける春目であるという説は荒唐無稽です。箱舟は嵐に向かい、天馬の顔を持つ巨人が大海原で道を切り開くという内容が刻まれた石板を発見したそうですが、それはおかしな話です。明日の公開裁判であなた方3人が罪を認め、証拠を隠した書斎の場所を明かせばあらゆる手段。しかしインペラトルが答えるのは敬虔な懺悔に対してのみ。沈黙には答えません。
ジサイ様、申し訳ありませんが、できる限りの協力はしてきました。沈黙とおっしゃいましたが、それは誤解です。この尋問室が寒すぎたせいで風邪をひいてしまい、思うように声が出ないのです。妻子にお会いする頃には自分の罪を告白できなくなっているかもしれません。そうなれば妻子はジサイを責めるでしょう。声を封じた罪で。あなたが過ちを認め、神を冒涜する死と曲の破棄を行うのなら、妻子は必ずや慈悲を示すでしょう。ファロル殿は賢い方ですから、正しい選択をなさると信じています。明日が楽しみですね。ではおやすみなさい。妻子の慈悲を受けたければ、いつでも声をかけてください。わかりました。この寒さを楽しませていただきます。民間の記録にも公式の記録にも、彼らがマーキュリー礼拝堂で罪を認めたという記録は一切ない。漂白者、このメロディーは急速に弱まっている。周囲に何か音を出すものがないか探してみてほしい。ファロルは気が狂った。この真実は俺たちだけに留めて秘密の書斎に隠しておくべきだったんだ。なぜ彼はこんな危険な情報を刺繍に隠して子供たちに広めようとしたんだ。真実から目を背けるべきじゃなかったのか。真実から目を考えていたんだ。黒幕も同じ目的を持っている可能性を。過去の出来事を明るみに出すわけにはいかない。そしたら真実を知っている君は当然邪魔者になる。だから黒幕は住民の恐怖を煽って詩人会に対する偏見を植え付け、言葉から生まれる怪物を作り出した。文字と音楽は目に見えない武器になり得る。このような結末になることは最初から分かっていた。あの石板の絵を見つけた時から僕たちの運命は決まっていたんだ。でも後悔はしていない。だがもし妻子が本当に天馬だとしたら、僕たちが今まで信仰してきたインペラトルとは何なのだろうか。僕たちはなんと偽りの人生を送ってきたのだろう。教団が公に発表したのは、詩人会が神を冒涜する作品を所持していたという情報だけで、石板には一切触れていない。一体何を恐れていたのかな。そういえば君は逆さまの塔で妻子を見たんだね。つまり教団は真実を隠蔽するために黄金の歌を殺した可能性が。ファロルの気持ちはわかる。けど私たちは冒険家でも共鳴者でもない。石板に書かれた内容が真実かどうか知ることはできない。それでもファロルは疑問の声を世に伝えようとしている。誰かが理解してくれるよう願って。運命はすでに決まっている。沈黙しながら真実を墓場まで持っていくか、信じて期待するか。彼らに憎しみの感情は見られないね。この結末になる可能性をすでに予期していたんだ。尋問を受けても冷静さを保ち、大きな抵抗を見せなかった。最後には自妻に対する同情さえ見せていたとは。全てが教団につながっている。つまり今回の黒幕も。まだ断言はできない。しかし少なくとも詩人会の様子は分かった。彼らはラグーナを呪ったりはしない。
メロディーがどんどん弱まって不安定になってきた。続きは外で話そう。ここは書斎？シャコンヌ？シャコンヌ？もしかしてはぐれてしまった。シャコンヌが言っていた他のメロディーに触れて迷子になるというのはこういうことなのか。ここに家を建て海鳥のように暮らそう。夜空に連なる星屑のように水に包まれた各地を照らそう。これでいいのかな。彼らは祭司を称える信者なのに、なぜ外の人たちは神を冒涜する罪人というんだろう。これは初めて見る詩だ。彼らが今まで書いてきたものとは全然違う。私の墓に花を捧げないで。私はここに眠っていない。石碑の下に囚われてもいない。私は海風となり、ヘイブンを越えラグーナの城壁へ。夜明けとなり、茨の谷に光をもたらして。私は星を積むヨタカとなり、翼を燃やしながら天馬の星座に向かって歌いながら飛んでいく。その真の姿を見るために燃えながら天馬、その真の姿を見る。燃える翼の光で夜空が照らされるとき、私はこの不滅の死に生まれ変わる。臨界教団が私たちを海に追放したのは、彼らが真実を知られると困るからだ。そして私たちは真実を渇望したせいで追放される。必ず覚えておくんだ。真実は常にそこにある。そして真の黄金は火を恐れない。近づけない。でも向こうから声が聞こえる。ここは一体。あなたは誰？彼女はどこか浮世離れしているけれど、彼女自身のメロディーは重くて脆い。シャコンヌ・トッカータ。息が続く限り顔を上げて自分の目で確かめるんだ。あなたの命はこの死と共に永遠に生き続ける。漂白者、漂白者、聞こえるかい？やっと戻ってきた。おそらく他のメロディーに触れたんだ。メロディーの世界から戻る途中で離れ離れになってしまった。書斎に偶然入ったら、ある奇妙な少女に出会ったんだ。その子は詩人会の作品が好きなようだった。そしてその子はある名前を口にした。シャコンヌ・トッカータ。ああ、そうなんだ。誰と会ったのかわからないけど、トッカータは確かに私の仮名だよ。
前にも話したように、ファミリーのことはもう昔の話。だから、これからもシャコンヌとだけ呼んでもらえると嬉しいよ。今回の調査で少しは進展があったね。さっきのメロディーも次のヒントをくれた。そうだね。教団は黄金の歌追放と深く関わっている。マーキュリー礼拝堂に行けば何か手がかりが手に入るかもしれない。見つかった？うん。私も見つけられなかった。あ、お兄さんとお姉さん、こんにちは。私たちと同じ服を着た人を見ませんでしたか？いつもうつむきながら歩いてて。だから、ライザはただうつむいてるんじゃないって。きっと何か悩みがあるんだ。僕たちは教団の聖歌隊で典礼で歌うアンセムを練習しているんです。休憩時間にかくれんぼをしてたんですけど、リードボーカルのライザがいつまで経っても出てこないんです。もしかして俺たちの歌が下手だから怒っちゃったのかな。練習が始まってからライザあんまり笑わなくなってたし。お姉さんに教えてくれるかな。どんなアンセムを歌うんだい？この賛美歌は騎士と祭司のために作られたもので、騎士の勇敢さと祭司の導きを称える歌だって大人に聞きました。でもライザはこの歌は罪人が作った歌だって。なるほど。ライザはどっちに行ったかわかるかい？お姉さんたちが探してあげよう。本当ですか？あっちです。なんて美しい歌声なんだ。お姉さんたちは体感せし者と。私はシャコンヌ。俺の友達だ。緊張しなくていいよ。私たちはかくれんぼ中に君がいなくなったって聞いてきたんだ。かくれんぼ。そうだ、マイロンたちが待ってるんだった。ごめんなさい、迷惑をかけて。少しお話をしてもいいかな。何か悩みがあるんだよね。そんな悩みなんて。それより典礼の日が近づいてきたので、もっと練習しないと。私は大丈夫です。今の子供はすごいね。機会があれば私もアンセムの歌い方を習ってみたいよ。そういえば体感せし者ならきっとアンセムも歌えるだろう。実は聖歌隊は舞台に上がるまで毎日同じ音楽、同じ歌詞で練習を繰り返しているんです。でも練習しているアンセムは悪い人たちが残したものなんです。大人たちは彼らを異端の詩人と呼んでいます。
マイロンたちは一度も文句を言いません。みんな舞台で歌うことをずっと楽しみにしてますし、本心で祭司に賛美を伝えたいと思っているからです。なのに私はその夢を壊そうとしているんです。合唱の時、マイロンもシーヤもパットも自然にリズムに乗れるのに、私はいつもついていけません。私はアンセムが嫌いです。マイロンたちはまだ小さいから神を冒涜する恐ろしさがわからないんです。でも私は知っています。なぜ教団がこんな罪人たちが残したものを再び歌わせるのか理解できません。私は自分のリズムがどんどん崩れていくのを感じて、ついに歌えなくなってしまったんです。さっきの歌声？そうでしたか。私、どんな声で歌えばいいのか、もう忘れてしまいました。じゃあ、君にとってアンセムとは何だい？アンセム。本に書いてある通り、祭主に向けた賛美歌です。故郷を失った人々を今の豊かな土地に祭主が導いてくださったことを称える、そんな歌。そういう定義を聞いているんじゃなくて、君自身の気持ちを知りたいんだ。さっき隅っこで歌っていた時の気持ちを思い出してみて。あの時はみんなに迷惑をかけたくない、みんなと一緒に典礼を成功させたいと思っていました。その気持ちでもう一度練習してみよう。観客の前で練習したことはないんじゃないかな。ありませんが。それじゃあ私と体感せし者が最初の観客になってあげよう。ここは礼拝堂だ。聖歌隊が舞台でアンセムを歌い、詩人会のメンバーが指揮をしている。何かの典礼のために演奏してるようだな。この歌は結果を見ると確かに教団はラグーナの繁栄と平和を維持しているけれど、あの詩人たちは祭司を称えたおかげで教団に認められた。その証拠に追放されてからも委員会教団は彼らが書いたアンセムを使い続けている。でもこれは私たちが探しているメロディーではないね。かつて教団と詩人たちが同じ立場にあったという情報だけではなぜ追放されたのか推測できない。どうやら詩人会は騎士たちがそよ風のふざけんな！お前ら詩人は骨の髄まで傲慢な犠牲者だ。何一つ分かっていない。教団にとって俺たちはただの暇つぶしに過ぎないんだろ。祭司の祝福、
笑わせるな。俺たちがそよ風の平分の原野で残像と戦っている時、お前らは何をしていた？祭司はどこにいた？俺たちは祭司やクソみたいな教団のために戦っているんじゃない。ラグーナの人々のために戦ってるんだ。偽善者どもめ。正気は失っているぞ。誰か彼を外に連れ出せ。彼の言葉に耳を傾けるな。今回の遠征に参加した騎士たちは皆教団が取り仕切った叙任式を経て神に認められ、神のために戦った騎士たちだ。彼の言葉が本当なのか教えてください。彼らの駐屯地はどこですか？自分の目で確かめたいんです。茶番劇になったな。でもだからこそ変わったんだ。何かおかしい。この道長すぎるような。ここは前に来た書斎だ。しかも他のメロディーが混ざっている。アフタヌーンティーの時間だ。やったー。今日は紅茶とクッキーですよ。食べ終わったら薬を塗ってあげましょうね。それと今度お出かけになるときは塀をよじ登ってはいけませんよ。遊びに行くためじゃ。はいはい、わかりました。お嬢様は好奇心旺盛ですから、きっとまた何かを自分の目で確かめるために内緒で出かけたんでしょ。待って、これ私の大好きなラズベリー味だ。こっそり教えてあげる。このページを見て。ここに書いてある開花時期は間違ってるんだ。この花は厳しい冬にも耐えられる。もしかしたら私もいつか偉大な詩人になれるかもしれない。それで花の詩を書いた時、誰かに間違ってるなんて言われたくないの。お嬢様、この書斎の存在は秘密です。誰にも言ってはいけませんよ。わかった。でもずっと疑問なんだけど、なぜみんなあの人たちを罪人だっていうの？こんなにも面白い詩や曲がたくさんあるのに、どうしてお父様は私に見せてくれないの？それはお嬢様が大きくなったらわかるはずですよ。ほら、なんて美しい歌声だろう。体感せし者さえ聞き惚れていたくらいだ。ライザすごい。ありがとうございます。私、分かった気がします。祭主への願いと賛美は、心がこもっていれば、それで十分なんですね。ああ、アンセムは歴史書に書かれた言葉ではなく、君自身の気持ちだからね。人それぞれアンセムの内容は違うかもしれないが、理念と共鳴は共通しているんだ。典礼で素晴らしい歌声が聴ける日を楽しみにしているよ。どうだった？さっきのメロディーを通して何が見えた？詩人会もかつては傲慢な作品を作っていたらしい。でもある典礼で恨みを持った聴衆が乱入してきたんだ。問い詰められたメンバーは騎士たちの駐屯地へ行き、真実を確かめようとした。場所はそよ風のヘイブン。その出来事で彼らは変わったのかもしれないね。他に何か手がかりはあったかい？聖歌隊の記録がそよ風のヘイブンを指し示しているなら、そこに何か手がかりがあるかもしれないね。よし、行こう。旅をしている時に私も騎士たちの話を聞いたことがある。ここがかつて彼らが駐屯地を構えていた場所だそうだ。でもここには楽器も詩も曲もない。
メロディーを宿すものはなかなか見つからないね。とりあえず近くを探してみよう。焚き火の詩人というのは詩人会のことだろうね。彼らの訪れた場所がいくつか書かれてるよ。メロディーを探すためにも彼らの足跡をたどってみよう。もしかしたらヒントが見つかるかもしれない。ここが最後の場所だ。空から見る景色は本当に綺麗だったね。どう？何かヒントは見つかった？そうだ、私たちは大事なことを忘れていた。流れる風はメロディーを記録する最高の語り部だったね。風は太古より吹き、終わりのない未来へ向かっていく。そしてずっと私たちの耳元で囁いている。詩人会が残したメロディーも風によって記録され、風によって運ばれてくるはずだ。もちろん演奏だよ。彼らの心に寄り添いたいんだ。この場所に彼らが何を残したのか知るために。ランボーとセレイタはもうラグーナ城に戻っただろう。祭司の真の姿を描いた石板の絵はきっとここに隠されているはずだ。あの紳士はわざと僕たちを導いたのだろうか。一体何者なんだ。彼はインスピレーションを求めて旅をしているただの創作者を名乗っていた。実際彼のリュックには原稿がぎっしり詰まっていたが、あの言葉遣いは貴族のようだった。いや、今はそんなことを考えている場合ではない。もし彼がいなければ僕たちは委員会教団に騙されたまま偽りの祭司を称えていたかもしれない。彼の言う通りだ。僕たちはもう教団のために歌うべきではない。ラグーナの住民には啓蒙と真実が必要なんだ。教団の騎士は教団の利益だけを守る。だからこそ僕たちがラグーナの騎士になるんだ。どうやら誰かが詩人たちに祭司の真実を教え、神だけを称えるのではなく聴衆のために歌うように促したようだね。表面上この謎の人物の言葉に問題はないが、彼はインペラトルの真の姿を知っている。そしてここに隠された石板の絵が詩人たちの言葉に偽りがないことを証明している。漂白者、これは君がアビノレームで見た祭司と同じかい？やはり彼らは教団の弱みを握ったせいで追放されたんだね。尋問室で彼らは落ち着きを払っていた。謎の人物に導かれ祭司の真実を知り、ラグーナの騎士になろうと決意したんだ。彼らの歌に怨念や呪いはない。でも黒幕の正体を教団と結びつける決定的な証拠は見つからないね。あとは黒幕の嘘を見破って亡霊事件を解決しないと。とにかく最も重要なのは黄金の歌の真実に祭司インペラトルが関わっている以上、もはや単なる亡霊の問題ではないということ。本当に今それを暴いていいのだろうか。人々の力は強い。黒幕は祭司の嘘が暴かれて広まるわけがないと高をくくっている。
それでも真実はいずれ明らかになる。俺たちは疑念の種を人々の心にまき、根を張って芽を出すまで待てばいい。そうだね。トラットリア・マルゲリータに戻ろう。物語は始まりの場所で終わらせるんだ。マルゲリータ。あら、漂白者さんとシャコンヌさんじゃないですかチュン。シャコンヌさんはうちの常連さんなんですチュン。以前彼女を雇ってお客さんを呼び込んでもらおうとしたんです。今日は君にお願いがあってきた。最近は噂は知っているだろう。詩人会の遺作について私たちが知っている情報を伝えたいんだ。人を集めてもらえないかい？もちろんですチュン。私も噂の真相がとても気になりますから。漂白者、準備ができたら始めよう。詩人たちは結局巡礼船に乗り込み、自分たちが書いた最後の劇の主役となってしまった。その後は知っての通りさ。大火によって巡礼船は冷たい海の底に沈み、黄金の歌の詩人たちは命を落とした。それでも彼らは追放されてもラグーナの町を恨んでなどいなかった。彼らの呪いの炎を詩や曲に込めたりなんてしていない。もし彼らの本当の声を聞きたいのなら、マーキュリー礼拝堂に行ってほしい。あそこにいる子供たちが今も黄金の歌の詩人たちが作ったアンセムを歌っている。でも亡霊は一度も現れていない。詩人たちは絶望の淵に立たされても。船が炎に包まれる中、彼らは死の直前まで筆を握りしめ、最後の詩を書き上げた。もしかしたら彼らは本当に妻子を見たのかもしれない。そして死の淵に向かい静かに落ちていった。もし詩人たちが町を呪おうとしていたのなら、なぜわざわざ難解な詩を書いたんだろうか。なぜ作品をラグーナに残していかず、炎が迫る死の間際になって書いたんだろうか。これは誰かの手によって作り出された茶番劇だ。真実を覆い隠し、彼らの作品を歪曲するために。私たちは、いや、明日オデュッセイア水上劇場で真実を明らかにしよう。どうかその時まで待っていてほしい。ダメか。体感セシモの本当ですか？どんな真相を発見したんですか？黄金の歌の人たちは一体。素晴らしいお話でした。皆さんの好奇心に火がついたようですね。要するに誰かが黄金の歌を陥れ、彼らの作品を歪曲したと？そう、その通り。誰かが黄金の歌の話題性と人々の好奇心を利用して亡霊を生み出したんだ。
しかし臨海教団の記録には詩人たちは妻子を冒涜する重罪を犯したと書かれていたはずです。まさか教団が彼らを陥れたとでも言いたいのですか？それは追放に値する重罪ですよ。君はどこかの貴族かい？この町の貴族はいつも教団側につくからね。誤解ですよ。よく貴族と間違えられるのですが、私はただの旅する劇作家に過ぎません。あなた方の話を聞いて昔書いた脚本を思い出しました。飛べないと思い込んだカゴの中の鳥たちはただ木の棒の上に止まっていることしかできませんでした。ある日カゴが開けられると幼い鳥たちは弱々しい翼を羽ばたかせ飛ぼうとしましたが、地面に落ちてしまいます。多くの人は鳥たちの運命を悲惨なものだと考えますが、あなたはどうでしょう？そうは思わない。たとえ最後は奈落の底に落ちるとしても、自分の翼で飛んで本物の空を見られたんだ。では仲間が落ちていく姿を見たカゴに残る鳥たちは羽ばたく危険を知った上で飛ぼうとするでしょうか？真実は彼らを守ってくれるのか、それとも傷つけるのか。詩人のお嬢さん、私は楽しみにしていますよ。明日の訪れを。素晴らしい反撃でしたわ。お二人とも素晴らしい活躍でしたね。私も皆さんと同じように明日を楽しみにしています。やはりこの件には教団が関わっていますわ。モンテリファミリーが教団に送り込んだ密偵からの情報によると、遺作を引き上げたのは他でもない教団の自祭たちでした。彼らは遺作の存在を知った上で書庫に隠していたのです。もしかしたらこれは最初から彼らの策略だったのかもしれません。今になって公表したのはこの詩を使って何らかの真実を隠蔽しようとしているからです。それとあの出どころ不明の論文はまず詩人や音楽家、劇作家の間で広まったそうです。おそらく論文の著者は彼らのコミュニティをよく知っているのでしょう。私たちが推測したあの共鳴者なのかもしれません。裏でつながりを持っているからこそ、街でどんな噂が広まろうと教団は黙認しているのです。私はコミュニティをたどって手がかりを探すように指示しておきます。シャコンヌにも伝えましょう。彼女も詩人ですから何か考えが浮かぶかもしれません。おかしい。さっきまであそこにいたはずなのに。まるで子供の頃のように突然姿を消してしまいましたね。あの時もそうでした。何も言わずファミリーごと姿を消してしまったんです。マルゲリータ、シャコンヌを見かけませんでしたか？シャコンヌさんですか。確か
船着き場の方へ向かったはずですちゅ。てっきり待ち合わせをしているのかと思って声をかけませんでしたが、とても悲しそうな顔をしていましたっちゅ。あんな表情初めて見ました。ありがとうございます、マルゲリータ。手分けして船着き場を探してみよう。幼い鳥たちは弱々しい翼を羽ばたかせ飛ぼうとしましたが、地面に落ちてしまいます。あの言葉のせいで嫌な記憶を呼び覚ましてしまった。あなたがここに来た理由は、明日何が起こるのか不安だからでしょう。最初の真実を明らかにしようとしていますね。ですが、その代償は子供の頃に一度見たはずです。これはあの時の。まさかこうも愚かな選択をするとは。危険を承知の上で追放の道を選びましたね。正直何があなたたちを支えているのか興味深いです。真実は人を傷つけるものです。黄金の歌はすでに代償を払いました。あなたも同じ運命をたどりたいのですか？君は脚本を通してそれを私に伝えようと。でも君は黄金の歌の本当の答えを知らない。ジサイ様、答えを教えましょう。あなたも最初の信託を覚えていますね。リナシータの人々はそれを心に刻み、ここに家を建てたのです。ゴールデンブランチという劇を見たことがあるでしょう。様々な出身の人々が仮面をかぶり歌い踊る。今のあなた方はそれをカルネバーレと呼んでいます。それがどうしたというのです？文字と音楽です。あなたの敵は僕たちではありません。言葉では言い表せないそれを僕はエコーと呼んでいます。それは決して消えることなく、決して打ち勝つことができない存在です。正気を失っているようですね。ならばそのエコーとやらと共に旅立ちなさい。陰海教団が私たちを海に追放したのは真実から目を背けるため。聞こえたかい？彼らが奏でた物語は私が引き継ぐ。似ていますね、あの頃と。詩人会が巡礼船に乗る時も今のようでした。シャコンヌ・トッカータ、神を冒涜する重罪を犯した者よ。
これが共鳴というものでしょうか。時を経て詩人たちと同じ道を歩む者が現れたとは。なぜいつも妻子が馬だと信じる人が出てくるのでしょうか。詩人たちは沈黙を守っていたというのに、まさかあなたが広めてしまうとは。よっぽど愚かなのでしょう。それならジサイ様は本当の姿を夢で毎晩見ているんだろうね。口を慎むのだ。口だけは達者な旅芸人の小娘よ。トッカータファミリーは今はあなただけ。もしや反省していないのですか。ああ、あなたはすでに運命に囚われていたのですか。まさかファミリーが追放されているとは。罪名は神の冒涜。なんとドラマチックなのでしょう。どちらも妻子の歌い手でありながら、トッカータファミリーと詩人会が同じ罪を犯すとは。あなたたちの間にはどんなつながりがあるのでしょう。君の存在は私の妄想に過ぎない。君には無関係だろう。これは私たちが支払うべき代償だ。何も不満はない。あの頃の私には妻子の真実を証明する力がなかった。けれど逆さまの塔に異変が起こり、予言の体感せし者も現れた今なら、今度こそ真実を明らかにする機会が。機会ですか。確かに再び選択の時は訪れました。あなたは漂白者さんを巻き込んでまた運命を繰り返しますか。巡礼船に乗り嵐の中で生き延びるおつもりですか。あなたが恐れているのはまさにこの光景でしょ。黒幕の存在にあなたは気づいていますね。ですが教団は真実を許しません。この件は漂白者さんやカルロッタさん、そしてあなたが真実を求める旅の途中で出会った全ての人を巻き込むことになるでしょう。もしかしたら再び姿を消したあの聖女さえも。それでもあなたは明日漂白者さんと一緒にステージに立つのですか。本当にその覚悟があると。詩人のお嬢さん、楽しみにしていますよ、明日の訪れを。これはシャコンヌの楽譜。彼女はここにいた。さっき見たあの光景はこの楽譜から流れ出たものみたいだな。シャコンヌは全てのメロディーを楽譜に記録していると言っていた。もしかしたら他にも。黄金の歌。ここは尋問室。思い返してみると、メロディーが織りなす世界には未解決の謎がたくさんある。書斎にいたあの少女は子供の頃のシャコンヌに違いない。つまりこれに触れたのは偶然ではなく、演奏者である彼女のメロディーが混ざっていたからだ。でもなぜ彼女はあそこに。どうしてトッカータファミリーは詩人会と同じ罪を犯したんだ。
全てを知ってくれたんだね。ありがとう。君の他に誰がいるんだい？君は黄金の歌のページに触れたんだろ？ここはあれに刻まれた物語が再現された場所。あのページに触れられたのなら、それは信頼の証だ。昔の私は無知な子供だった。今はステージに立つ役者、そしていずれ追放され罪人となる。これがシャコンヌ・トッカータの人生。語るとしよう。黄金の歌は詩人界だけのものではないんだ。実はシャコンヌ・トッカータの物語でもあった。これは最初の物語。詩人たちは謎の人物に導かれ、祭司の真実を知り、ラグーナの騎士になろうと決意した。当時、指揮をしていた詩人の他に、後ろで歌う聖歌隊をまとめていた人たちがいた。それが私たち、トッカータ。彼らは、すぐ教団に目をつけられた。そこで万が一のために、彼らは書斎の鍵を私の父に託した。部屋には教団の弱みが隠されていたが、それを公表するのは諦めたんだ。なぜなら、誰も信じてくれないからね。神を冒涜する駐在にもかかわらず、父は迷うことなく鍵を受け取った。君も見たように、私も追放された経験がある。ブラントから巡礼船の話も聞いただろう。船には愚者たちが目的地にたどり着けるほどの水と食料はない。さらに恐ろしいのは、海の寒気だ。あの船には、教団の口封じのために、水も食料も積んでいなかった。追放される愚者も、彼ら3人だけ。あの火災は彼ら自身が起こしたもの。かつて多くの人が彼らを輝かしい歌い手だと思っていた。しかし彼らだけは知っていた。詩や曲がどれほど傲慢で毅然的なのか。だからこそ人生の最後に真実を残そうとした。でも寒さは限界に達し、薪は足りなくなった。そこで彼らは船に火を放ち、炎の中で最後を迎えたんだ。彼らは退場する間際に未来へ希望を託した。いつの日か歌い手であろうとなかろうと誰もが自由に歌えるように。烈火はラグーナの鋼を鍛え上げる。我々はあまたの薪の一つに過ぎない。しかし教団は彼らが情報を残すんじゃないかと恐れ、船の残骸を引き上げるために人を送り込んだ。黄金の歌は父に鍵を託した。最初は幼い私にそれを触らせようとしなかった。でも母や叔父だけでなく、ファミリーの仲間たちが次々と巡礼船に連行されていくと状況が変わったんだ。そして父の番が回ってきた。今でも覚えているよ。私に鍵を預けてくれた日のことを。あの笑顔。これは決して負担なんかじゃないんだよ。いいかい？勇気を心の奥底に秘めていては意味がない。
トーチのように掲げて太陽のように人々の進む道を照らすんだ。父親と夫として私はその勇気を持ち続けた。お前も臆病に震えてるだけじゃいけない。忘れないでくれ。お前はいつまでもトッカータだ。父は多くの人に真実を伝えようとしたんだ。その結果、教団は同じ罪状で巡礼戦に追いやった。それから二度と会うことは叶わなかったよ。そして私は銀融詩人になると、ようやく父や詩人たちが残したメロディーの中に込められたものに気づいた。それは初めて見る真実の響きだった。それから私は歌を作り続け、父や詩人たちの物語を楽譜に込めるようになったんだ。でも案の定、私を待っていたのは教団による追放だった。詩人会であれ、トッカータファミリーであれ、祭司の本当の姿を証明する力はない。私たちにできるのは、ただこの疑問と可能性を守り続けることだけ。誰かが証明してくれる、その日まで。そして今、待ち望んでいた人が現れた。そう、逆さまの塔にたどり着いた君だ。再び選択の時が来た。真実を公表する。お腹を空かせ、ラグーナをさまよい、教団の辞祭に追いかけられる日々には、もう慣れている。けれど、君や仲間にまで私と同じ運命をたどらせるわけにはいかない。もし明日ステージに上がれば、教団は黙っていないだろう。そうなったら、みんな巻き添えになる可能性が。言ったはずだ。真実はいずれ明らかになる。これは俺の選択だ。それにきっと真実を知ったら、あなたの選択を誰も否定したりしない。シャコンヌのメロディーから海の匂いが伝わってくる。歌い手であることに誇りを持つんだ。ありがとう、漂白者。すべてを知ってくれて。扉を開けよう。この物語が新しい結末を迎えるよう祈って。この音、彼女が前に演奏していた曲だ。同じ曲なのに、どうして今回はこんなにも悲しく聞こえるんだろうか。覚悟はできているのでしょうか、詩人のお嬢さん。これは初めて見る詩だ。彼らが今まで書いてきたものとは全然違う。私の墓に花を捧げないで。私はここに眠っていない。石碑の下に囚われてもいない。私は海風となり、ヘイブンを越え、ラグーナの城壁へ。私は星を摘むヨタカとなり、翼を燃やしながら天魔の星座に向かって歌いながら飛んでいく。その真の姿を見るために。分かってる。あなたは俺が同じ道をたどるんじゃないかと心配しているんだろう。だがこの物語は俺が語り継ぐ。あなたは自分の好きな選択をするといい。俺はずっと
そばにいる。一文無しの金融詩人と異国を漂白する体感せし者がたった二人で陰海教団に立ち向かうなんて。でも疑念の火種を巻き真実が広まれば、ラグーナの薪は必ず炎を上げ、よし、面白い物語に仕上げてみせよう。あ、そういえばあの小説を知ってるかい？世界を旅しながら正義の騎士が巨人に挑む物語を。ちょうどあの騎士にも一人の従者がいてね、二人は協力して巨人に何度も突撃するんだ。私は裕福なモンタリでも陰海教団の司祭でもラグーナの騎士でもないけれど、私たちは進む。行こう騎士よ、馬にまたがって突撃だ。長らく誇りをかぶっていた曲が今再び奏でられる。それじゃあみんなに過去の物語を届けよう。今日私が語るのは神を冒涜した者たちの物語だ。静かに。主人公は詩人だった。かつて神と教団のために歌ったその曲は誰もが知るほど有名だった。しかしある日、彼らは偶然にも証明の難しい真実を発見してしまう。私たちがずっと崇めてきた祭司は本来の姿ではなかった。真に私たちを守ってくれている神は荘厳で美しい天馬、海をかけ空を舞う春年。つまり聖典に記された教えは教団の嘘に過ぎなかった。考えたことはあるかい？かつてリナシータに天から声を響かせていたインペラトルがなぜ自分の民を巡礼戦で苦しめるのだろうかと。祭司を称えリナシータを深く愛していた詩人たちにこの町を呪い恨む理由はどこにあるだろうか。さあみんな、なぜ教団は最古の経典の閲覧を許さないのかよく考えてほしい。なぜ巡礼船に乗せられた人々は誰も祭司に感謝しないのか。なぜ長いことラグーナとつながりを持つはずのインペラトルが私たちの夢に現れなくなったのか。シャコンヌ・トッカータ、インペラトルとフェンリコ・シュザの名においてお前を懺悔院に連行する。法の裁きを受けてもらおう。そう、今回はどういう罪状かな。神の冒涜だ。なんだ、また同じとはね。君たちはずっと真実を秘匿するつもりかい？ふん、虚言は懺悔の場に取っておくんだな。仲間がいたのか。さようなら司祭様。ついでに言っておくけどステージの下に注意した方がいいよ。もし本当に虚言だとしたら
教団の偽りのベールは剥がれないだろうね。でも私は信じているよ。黄金の歌のメロディーはいつか必ずラグーナで奏でられると。仮面をかぶった英雄が突然現れ、教団に捕まりそうになった歌い手を救い出す。これで別の物語になったね。分かっているのかい？君まで巻き込まれてしまう。仮面で顔を隠していてもおそらく体感せし者だとわかるはずさ。でも今の私は教団に指名手配された罪人だ。これが本当の詩人なんだね。いや違う、本当の騎士だ。それじゃあここは僕たちが退場する場所。さあ、あなたが舞台に上がる番ですよ。お前は違う世界を見るのだろう。この傲慢で偽善に満ちた詩人どもが。あなたは好奇心と疑問に駆られ外の世界へ。私は海風となりヘイブンを越えラグーナの城壁へ。皆さん、答えは決まりましたか？裁判の日を楽しみにしています。あなたも同じ運命をたどっています。出発の時間ですよ。祭祀を冒涜した罪人たちよ。でもあなたは。私は歌い続ける。息がある限り、光が届く限り、私の夏は決して終わらない。感じたかい？時々湿った草の香りがする。ヘイブンから吹いてくる風だろう。もしかしたら次の瞬間にはリンゴが頭に落ちてくるかもしれないし、大きな狼がリスを追いかけてウサギの穴に飛び込んでいくかもしれない。ありがとう、漂白者。私には聖女のような奇跡も英雄のような力もない。ただの吟遊詩人だ。私にできるのはこの瞬間を記憶して君の物語を心の中に刻むことだけ。
そういえば旅する劇作家を名乗る男にトラットリアで会ったよ。彼は警戒した方がいい。正体はわからないが、私の推測だと彼こそ教団と手を組んでいる共鳴者だ。それとこの楽譜をあげよう。私は新しい使命を果たしに行くよ。逃亡さ。銀融詩人の肩書きだけじゃなくて、今は罪人でもあるからね。教団の追っ手から逃げなくちゃいけない。でも、この旅はきっといい物語になるはずだ。心配しないで。約束はちゃんと覚えているよ。いつの日か必ず君を見つけよう。その時まで詩は楽しみにしておいてほしい。私たちは最高の共犯者なんだろ？シュザ様、どうやらあなたの計画は思い通りにはいかなかったようですね。ですが、特進の罪を犯した詩人会を材料にその遺作を広めることによって人々の偏見は深まりました。さらに私の手を通してラグーナ城に亡霊を出現させ恐怖を煽ってきましたが、善も悪も些細な問題だ。私の関心はラグーナの平和と混乱だけ。恐怖もまた平和を維持するための手段に過ぎない。おお、さすがは上に立つ方のお言葉ですね。このようなセリフは劇の中でもなかなかお目にかかれません。しかし、なぜそんなに焦っているのですか？いつものフェンリコ様らしくないでしょう？あの異国から訪れた戴冠せし者に原因が？それともあの取るに足らないトッカータですか？あるいは他に何か狙いがあるのですか？我々はただの協力関係だ。知らない方がいいものもある。もちろんです。そこはわきまえていますとも、フェンリコ様。一つ聞きたい。かつて詩人会を導き石板の絵を発見させたのは君か？あそこには君の姿もあった。何をしているのか尋ねられると君は決まって題材探しをしていると答えていたそうだが、なぜそんなことを？フェンリコ様がおっしゃった通り、私たちはただの協力関係。知らない方がいいものもあるでしょう。ただ、私は嘘をついてなどいません。本当に題材探しをしていたのです。実際、鳥かごにまつわる物語を見つけました。真実を知った鳥は、まだ見ぬ空へ飛び立つのか、それとも、慣れ親しんだかごの中にとどまるのか。ああ、そうでした。フェンリコ様、一つお聞きしたいことが。あのトッカータが言ったように、あなたはどれくらい本当の神の夢を見ていないのですか？
騎士は木製の槍を持ち、穴の開いたヘルムをかぶり、風車に向かって突撃していく。続いていく従者の姿は彼そっくりだった。こうして本当の騎士になったかのような二人は風車に向かって何度も何度も傷だらけになりながら突撃する。素敵なシナリオですね。しかしこの物語をあなたが手に入れたところで何の役に立つでしょうか。ヘカテ。